くりしませんこれ。うちの付属シールに、東洋タイヤさんですよ。この突撃は、僕が熱望して、どうしても入れたいですって言って、酒パワー。で、ここにちょっとマグネットが仕込んであって、ちゃんと、こうパタッと、もうこれじゃないですか。この状態。はい、こんな感じですね。バウンドボーイズもここに貼ってみました。こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、こちらにある WPL Japan C74 の1のご紹介をさせていただきます。3色並んでますけど、スキジムニーの JA11C って言って、ホロですね。よく言う言い方で言うと、JA11C とは言わないと思うんですよね、あんまり。もうホロホロって言うと思うんですけど、ジムニーのホロですね。こちらのご紹介をさせていただきます。でまず、ちょっとここに立てかけちゃってあるんで、邪魔になっちゃうんで、まずこのシールのご紹介からさせていただければと思うんですが、ですね、ジムニーのバン C74 ですね、の時と同様に、今回もですね、今年の製造分のみ付属という形で、こっちが追加でついてくるやつ。これは今年の製造分のみ。で、これはずっとついてる、普通に付属するシールですね。ちょっとじゃあまずこっちから。今回もですね、いろんな、メーカーさん、ブランドさん、会社さん、企業様からですね、ご協力いただきまして、前回アウトドアブランドがメインだったんですけれども、今回はアウトドアに関わるブランドさん、企業さんも、収録させていただいてるんですけれども、前回なかったですね、実写の、カスタムパーツとか、カスタムショップさん、あとはタイヤ。びっくりしませんこれ。うちの付属シールに、東洋タイヤさんですよ。あと、アピオさん。もうこれ、皆さんご存知ですよね。アピオさんだったり、NTS 技研さん。で、うちの車用車のジムニーにもついてます。北川リーフついてるんですけど、北川さん。こういったですね、いろんな、ちょっと紹介しきれなくて、今お伝えしたところ以外にも、こう、入ってます。キャンプハックさんも入ってますね。はい。こんな感じで、こういうのが、限定ですね。こっちが限定で付属します。ピボットさん。僕今長野県に住んでますけどね。長野県松本市に住んでますけど、松本市のもう世界的に有名な企業ですよ。今や、こちらもですね、こちら僕が直接お伺いして、お邪魔させていただいて、許諾ですね。許可をいただいたっていう経緯があるんですけど、ピボットさんもあります。はい。この突撃は、僕が熱望して、どうしても入れたいですって言ってお願いして入れさせていただいたりとか、あとこの、ちょっとサイズ感合わせたらすごいちっちゃくなっちゃったんですけど、酒パワー。もう、ご存知の方は少ないかもしれないですね。僕ぐらいの年齢、もしくはそれ以上の方じゃないと、おじさんですね。おじさんじゃないと知ってる人少ないかもしれないですけど、酒パワーとこの辺も入ってますので、これは給油口付近に貼ってくださいね。はい。これが、付属シール、限定の方。で、こっちですね。こっちが、もうこれはずっとついてくるやつ。で、今回は、ホロタイプっていうので、なんていうのかな、大きいシールがなかったんで、結構スペース余ったんで、ちょっと、なんていうのかな、オリジナルデザインみたいなシールもちょっとこう入れてあるんで、これも、若干のドレスアップステッカーみたいな感じで入れてありますので、これウッド社長気に入ってるらしいです。バウンドボーイズ。まあ、これ、うちの車用車にも大きいシール作って貼りたいなと思ってるんですけど、ジムニーって実車乗ったことある方、特にリーフ車ですね、リーフサスペンションのジムに乗ったことある方わかると思うんですけども、バウンドボーイズじゃないですか。まあ、こんなのもちょっと、遊び心っていう感じで、入れてあります。はい。あとはまあ、今回これ結構おすすめなんですけど、白の大きいスズキ。これちょっと後で貼ってみますけど、
このドアとかに貼ったらかっこいいんじゃないかなと思って、ちょっと大きめで入れてあります。はい。あとナンバーとか、この辺もですね、入れてありますので、あと安全運転心がける方はこの辺ですね。昔風の交通安全とか、ゆっくり走ろうとか、これも収録してありますので、よかったら使ってください。はい。じゃあ、今回付属するこの2種類のシールですね。めっちゃ繰り返しますけど、こっち限定なんで、今年製造分だけなんで、そこはご注意ください。はい。この2種類のシールをご紹介させていただきました。はい。じゃあ、実際に車体の方ですね。車体の方をご紹介させていただきたいんですが、まずですね、いわゆる箱出しといいますか、この状態でお届けになりますっていうのが、この状態。で、これ、今すぐ気づいた方いるかもしれないですけど、すいません。このドアの色がちょっと違うんですけど、これはですね、ちょっとどうしても今回手配して、来たやつ、手配できたやつが、このドアとフロントガラスのこの枠、ここがですね、色が薄いです。これちょっと試作、ちょっと色の調整のために赤だけですね、3回ぐらい作り直したんですけど、これです。これが今回の本番の色。で、こっちがちょっと失敗したやつなんですけど、失敗っていうか、調整段階のやつなんですけど、どうしてもちょっと今回これになっちゃったんで、すいません。ちょっとドアだけ色が違いますけど、もちろん、これお手元に届くやつはちゃんと全部同じ色になってますので、ちょっと今回の動画ではですね、そこはご了承ください。はい。で、これがですね、まず、レッドで、ホロが白。で、車体が赤ですね。で、この赤も実は、さっき言ったように3回やり直しましたって、言ったんですけど、この赤だけですね、どうしても調色、この樹脂の色ですね、調整が難しくて、でもこのジムニーらしい、なんていうのかな、普通の赤じゃなくて、ちょっと朱色に近いような、色で、本当はもうちょっと若干色あせてるぐらいの感じにしたかったんですけど、ちょっと樹脂、当然、長年の月日を経て退色した色にはちょっとこの樹脂では難しかったんで、今回この色ですね。これが一番、いい感じに再現できた色かなっていうところで、これになったんですけど、これが赤です。あ、でもそっか。ドア、そうそう、今回ギミックついてるんですよ。ドアが開きます。ドアが開いて、で、ここにちょっとマグネットが仕込んであって、ちゃんとこうパタッと閉まるようになってます。ちょっと色をご紹介させていただきつつ、形の変更、つまり、もうお伝えするというか、お見せするのが早いと思うんですけど、これですね。これも今回、紹介させていただきたいところで、色は3色で、形もですね、ちょっと同時に紹介させていただいていくんですけど、じゃあ次これブラウンですね。ブラウン。これ僕すごい気に入ってます、この色。かっこよくないですか？かっこよくないですかって。色はもうね、好みの問題なんで、あれですけど、じゃあちょっとこれ下げて、はい。これがブラウンで、ホロは、もちろんこれもついてきますよ。ブラウンに付属するホロはですね、黒です。ちょっと一回被せますね。こんな感じ。で、さっき、これドア開きますって言ったんですけど、これフルメタルドアですね。全部、ここまでメタルのドアを再現してます。で、ここ外せるようにしました。ハーフメタルドアにできる。で、これですね。これが実際外してあるやつなんですけど、じゃあ、まずホロ取りますね。ちなみに、ここで2箇所ビス止めになってるんで、ここ、上のところでしっかり取り付けたいときは、もちろん、このビスでですね、しっかり取り付けることができます。ここですね。で、これ外して、例えば左ドアの場合は、これですね。これが、ここにこうビスがあるんですけど、これ外して、内張りパカッと外したら、これがですね、ここにこうガシャッとはまるようになってます。わかりますかね？ここに穴があると思うんですけど、この穴が、ここ、ビスと、このビスで内張りとこう友締めみたいな感じで、ここに、これ今ちょっと手前に来てますけど、これ中にしっかり入ります。この内張りと、
ドアの外のここのパーツの間にこれがはまる形になります。それが、この状態ですね。こういうことです。こういうことですね。これを外して、ハーフドアにすることができるようにしてあります。まあ、もうね、ホロ、オープンのジムニーといえば、もうこれじゃないですか。この状態。これが、これがジムニーっていうのもおかしいか。これが、僕個人的にはこれが最もかっこいいジムニーの状態です。この状態。かっこいいですよね。今絶対ないから、こんな車。もちろんね、ジムニーといえばこのバンですよ。これがやっぱり一番よく見るジムニーっていうか、僕の中ではこれがもう本当にジムニーオブジムニーみたいな。JA11 とか SJ30 のこのバンっていうのがもう最もジムニーかなって思ってるんですけど、いかんせんホロ車って弾数少ないじゃないですか。実車の話になってきちゃってますけど。なので、一番かっこいいのはこれなんですけど、こう程度のいいホロ車っていうのはなかなかないので、実車好きな方はですね、ぜひこの RC カーのホロ車で楽しんでいただければなと。大体これもうこんなんで、ちょっと僕もそんなに詳しくないんでわかんないですけど、実車でちょっとあれですよね、グレーゾーンみたいによく言われてますよね。今実車のこのホロのジムニーでフルオープンの状態でこれ倒して、で実際に乗っちゃっていいのかみたいな。なんかこの話長くしてもしょうがないか。なんか大丈夫説とダメ説があるみたいですけど、はい。でこれがフルオープンの状態で、一応もう1形態あります。それがですね、ちょっとこの白のジムにその状態にしてあるんですけど、ホロを取ってフルメタルドアの状態。これも結構渋くて僕好きなんですけど、でここは開いてますよっていう状態で、ごめんなさい、ちょっと1個言い忘れちゃった。さっきのこのハーフメタルドアの状態で、多分実車すごい詳しい方突っ込みどころがあると思うんですけど、ここのバーみたいなのあるじゃないですか。これはですね、ちょっと再現したかったんですけど、無理でした。チャレンジしたんですけど、無理ってことはないんですけど、もういつもこの話に行き着いてしまって申し訳ないんですが、コストですね。すごい高くなっちゃう。いうのがありまして。あとは、ちょっと、当然実車だと、金属でできてますので、こういうところの取り付けっていうのは、なんていうのかな。普通にできるんですけど、この樹脂成形で、しかももう、やっぱり、RC カーじゃないですか。で、ここでそれを再現しようと思うと、なんか、支持する場所、支える場所が結構ごっつくなっちゃって、つけてない時の見た目がちょっとおかしくなっちゃうんですよ。なので、今回ちょっと申し訳ないんですけども、再現したいよという方は自分でやってくださいというふうにしました。ちょっと興味ある方、知らなくて興味ある方はちょっと調べてもらうと分かると思うんですけど、ここにちょっとバーつけたりできるんですけど、ここの補強のためだと思うんですけどね。はい。それがちょっと再現できてませんので、そこはすいませんでしたということで、あらかじめお伝えしておきます。はい。じゃあ白の方のお話に戻りますね。白は、今、フルメタルドアでホロを取った状態ですが、じゃあ、ホロはどんな色のがつくのっていうと、白についてくるホロは、このグレーっぽいやつ。これがついてきます。実際これがですね、実車の色に一番近いかなと思うんですけどね、このホロの色が。はい。という感じで、まずですね、今回のジムニー、ホロのジムニーですね。当然、このフルホロは再現されてます。で、これですね。このフルオープン状態。これも再現できます。で、ドアもちゃんとハーフメタルドアにすることができます。あんまりこのパターンにする人いないかもしれないですけど、フルメタルドアでホロを取った、これは何て言うんですかね。一応オープン状態。ちょっとやってみると、こんな感じになっちゃうんですけど。はい。この状態っていうのも再現できます。で、荷台がこんな感じ。
で、この荷台もですね、ちょっとお伝えしておきたいところがあって、こう下げたかったんですよ、この位置を。こう、あんまり高いと変じゃないですか。実車は当然、ここ荷台なんで、こう、低い位置にフロアがあるんですけど、ただ、どうしても RC カーなんで、バッテリーをですね、ここに収めないといけないんですよ。バンは見えないので、気になった方は気になってたかもしれないですけど、バンはまあ一応見えないんで、フロアがですね、バッテリーを入れるスペースを稼ぐためにちょっと高いんですね。高い位置にあるんですけど、これはさすがに見えちゃうんで、思いっきり。こう下げたんですよ、フロアの位置を。で、バッテリーがちょっと狭いところに入っているっていう状態になっちゃってるんで、ただでさえバッテリーの脱着が結構大変だったこのジムニーなんですけど、ここですね、これですよね、ここなんですけど、パッと見一緒なんですが、フォローの方がこんな感じで、ちょっとこれわかんないかな、なんかこん中狭いんですよで、これはですね、ちょっと僕も最初こんなに狭いって正直思ったんですけど、どっち取るって話になっちゃうんで、どうしてもですね、ここがこんなに高くなっちゃって、要は、ここのラインありますよね。ここぐらいまで、このフロアがあったら、嫌じゃないですか。なので、って思ったんですけど、もちろん、こっちの選択肢、ちょっと検討はしたんですけど、さすがに、やっぱりここの開閉ってなった時に、ここのヒンジを見た目おかしくないようにしながら開閉できて、バッテリーここってなると、またコストの話になっちゃうんですけど、すごい高くなっちゃうみたいなところが、やっぱりありまして、で、ちょっと話それましたが、ここですね。ここの話に戻しますけど、ここを、ちょっと狭くなるけど、この時の、ここの見た目を取ったっていう。要は、こうじゃなくて、中を広くしたらこうなっちゃうんですよ。運転席こうなのに、後ろの人ここかいみたいな。それはやっぱりっていうのがあったので、このバッテリーのですね、走行用バッテリーの脱着のしにくさっていうのがどうしてもあるんですけど、そういった事情があったんだなっていうことを、ちょっとご了承いただければと思います。はい。というわけで、ここまでで3色ありますっていうのと、この状態の変更ですよね。フルホロでオープン。あと、この白みたいな状態。これができますよっていうところをご紹介させていただきました。あとはですね、ちょっと結構これポイント高いと思うんですけど、これ今回のこのジムニーに関しては、このウインカーレンズ、これですね、いつも撮影用に塗ってますよとかって言ってると思うんですけど、これなんと今回最初から塗装済みになります。で、リアも、これちょっと個人的にはですよ。個人的にはちょっと賛否両論あるんじゃないかなちょっと思ってるんですけど、リアもこの状態で塗装済みです。なんか、シール貼ってあるってパッと見えるかもしれないですけど、これは塗装済みです。で、自分で塗装したい人いますよね。どうなんだろう。割合的には、どうなんですか ?1 割ぐらいの方なんですかね。そんなに多分多くはないと思うんですけど、感覚的に。これですよね。こんな感じで、塗り分けしたいんだっていう方もいらっしゃると思うんで、そんな風に塗装済みになっちゃってんのってなる方もいるとは思うんですけど、そういう方は自分で剥がしましょう。はい。ペーパー、こういうところにペーパー置いて、ザザザザってやればすぐ取れると思うんで、すいません、まだやってないです。やってもいないんですけど、それで多分取れると思いますよ、これは。はい。で、自分で剥がしてください。ただ、多分、かなり多くの方は塗装済みの方が嬉しいんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと分かりづらいかな、これ。これがもう、最初からこうなってるんですよ。ただ、パーツ自体はこれクリアパーツなんで、剥がせば透明です。はい。こんな感じ。あと横か。サイドマーカー。この横の
ウインカー。これもこんな感じで塗装済み。これもちょっと分かりづらいかな。細かいところですけど、横は塗られてないです。側面は塗られてなくて、ここの面だけ塗られてます。まあ、よく見ないと分かんないですけど、なんで赤で見せたんだ。白の方が分かりやすいじゃん。はい。これです。こんな感じで、塗装済みになってます。あとは、これ、すいません。これですよ。1型グリル。まあ、改めて、この動画の中で今更言われてもって感じだと思うんですけど、1型グリル。ここにスズキのエンブレム。まあ、やっぱりこれかっこいいですよね。このグリル。で、まあ、それに合わせて、これ、ミラー、サイドミラーは、この形になってます。まあ、この辺は、どうなんですかね。多分、かなり多くの方が1型グリルで、ミラーはこっち。これが好きっていう方が多いと思うんですけど、これちょっと取り付け位置自体が違うんで、ポン付けでですね、この、ピントが合わない。ここなんですよね。このドアについてるんですよ。で、こっちは、ここのピラーの根元っていうか、ここについてるんで、ちょっとこれポン付けでこれをこっちにってつけるの難しかったりするんですけど、まあ、その辺はですね、他の人と違うのがいいぜっていう方は、このミラーをこっちに頑張って移植するみたいなのは、オリジナリティあるマシン製作の一環として、ぜひチャレンジしていただければと思うんですけど、今回は、1型グリルにこのミラーですね。ドアにつける方のこのミラーになってます。僕は個人的にサムライミラーが一番好きなんですけど、車用車、動画で紹介したっけ？車用車もサムライミラーにしてあるんですけどね。まあ、いつか作りたいな。なんかのパーツのランナーの隅っこに、おまけでちょっと作ってくれないかな。今度ちょっと本家 WPL さんに聞いてみます。はい。というわけで、あとはもうシールか。ちょっとシールのご紹介というか、ちょっと貼ってみるっていうのだけ、いつも通りやってみて、で、この動画終わりたいと思います。なので、もうシールは分かってるよっていう方は、もうここまでで大丈夫だと思います。はい。じゃあ、これ貼ってってみますね、実際に。今回も一応こんな感じで、いつも通りですよ。いつも通りなんですけど、一応こんな感じで、カットラインが入ってるんで、このままピッて剥がしていただいてもいいですし、貼る場所によっては、もうこれも本当いつもの説明ですけど、こう切っちゃって、カットラインもう無視していいですよ。カットライン無視して、こう切っちゃって、そうするとこの状態、ちょっと画面で見づらいと思います。これスズキマークのやつ、これを剥がしました。これですね。で、これを、台紙、これぐらい切っちゃって、まあ3分の1から半分程度、こう切っちゃって、でちょっとこんな感じで、反らせる方向にちょっと癖をつけて、で、こうすると、こう、貼り付かない状態。こうギリギリ、今反らせたんで、ちょっと浮いてますよね。で、この台紙があるところは、こう自由にこう動かせる感じになるんで、これで、ここら辺がいいかなっていうところに、こう持っていくと。持ってって、で、ここピッと貼っちゃう。で、残りの部分ですね。こう剥がして、B ですね。おー。やっぱりシール貼るとまた変わりますね。で、ここしっかりこう、ギュギュギュッと貼り付けて、で、転写シートですね。この透明なフィルム。これをゆっくり剥がしてください。あんまり勢いよくビッてやると、こっちに持ってこられちゃう時があるんで、こっちに残したいのに、シールを。こっちの転写シールの方にくっついてきちゃう時があるんで、こんな感じでゆっくり様子見ながら慎重に剥がしてください。はい。これで貼り付けができましたと。もう大丈夫ですよね。いつもこの説明してるんで問題ないと思います。はい。こんな感じで、じゃあちょっと3台あるんで動画の方では飛ばして全部貼っちゃいますね。はい。疲れた。動画では飛ばしましたけど、デカール貼るの結構疲れますよね。
しかも3台貼ったから、しかもちょっと結構ベタベタ貼ったんで、疲れました。はい。まず赤がこんな感じ。ちょっと、ドアの色が違うのはご容赦ください。はい。こんな感じですね。まあ本当にこれ参考までにこんな貼り方もありますよっていう、あくまでもそういう感じですけど、こんな感じで。やっぱりこういうところに大きいロゴが入ると、かっこいいな。もちろん好みだとは思うんですけど、僕結構こうベタベタ貼ってある感じ好きなタイプなんで、はい、こんな感じですね。バウンドボーイズもここに貼ってみました。はい、こんな感じです。で、次、茶色、ブラウンですね。は、これぐらいで貼ってみました。こんな感じです。はい。こっちは、この赤の大きいやつじゃなくて、ちっちゃい方を貼ってみました。こんな感じですね。で、これもご参考までに感じですけど、こんな感じで、こういうとこに貼ってもいいんじゃないかなと思います。はい。あと、最大積載量。これは 250kg。これ、なんでなんですかね。僕一応調べたら、なんか、この、ホロは250で、バンは200ですよね。なぜか、ご存知の方いたら、コメントで教えてください。一応、250にしてあります。これはね、ちゃんと貼っておかないと、車検通りませんから、気をつけてください。はい。で、白ですね。白はこれぐらいの感じで貼ってみました。こんな感じです。白どうしてもちょっと動画に映りづらいですけど、凹凸が分かりづらいですよね。はい。こんな感じで。ホワイトバランス、オートを解除すればいいのか。こんな感じ？はい。白はこんな感じです。白は、この白い文字を貼ってもわかんないから、一応ここに貼ってみました。大きいやつ。こんな感じです。はい。これは、お好みで貼っていただければと。あと今回は、普通にずっと付属するシールだけで貼ってます。こっちの方は今回使ってないですけど、もちろん、今年製造分でこれがついてくるっていう状態で、購入された方はですね、これもぜひ活用していただいて、お好みのデザインとか、もちろん好きな、メーカーさんとかあればですね、それをこう好きな場所に貼って楽しむっていうのもぜひしていただければと思います。はい。では今回ですね、新しく発売される、このホロジムニー。全然いつ販売開始って言ってなかったですけど、販売開始は9月の5日です。動画の最後になっちゃったんで最初の方は字幕で入れとこう。はい。9月5日に販売開始予定となっていますので、情報に関しては概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方でですね、このジムニーに関するご案内のページと、あとインスタグラムか、の方でも随時、情報はお伝えしていくようにしますので、ぜひそちらの方ですね、随時チェックしていただければと思います。はい。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。